えー生きがい、今年ですねドイツで34週累計ベストセラー1位になってまして、スイスでもなんかベストセラー1位を記録しているようで、ロシアでもですねなんか最新の情報だと、大臣が生きがいに言及したようで、ロシア国内でも売れてるようです。で僕も毎日のように海外からですね生きがいについての問い合わせとかいろんな質問とかが来る状況になっていて、ちょっと大変なことになってきています。なのでちょっと現時点で生きがいのこれからの発展のあり方について、僕の課題も含めてちょっと皆さんにシェアしたいなと思ってるんですけど、まず国内外を問わず生きがいをどう実践するかってことについてのですね、なんていうんですかね、問い合わせが非常に多くなってます。生きがいのワークショップをどうするかとか、生きがいをどう研修するかみたいなリアルな需要があるんですね。でこれについては僕近々いわゆるホワイトペーパーみたいなのを書かなくちゃいけないだろうなと思って、ちょっと生きがいブームの仕掛け人としてのちょっと責任もあるんで、どういうふうにしたら自分の生きがいに気づくことができるのかということを今いろいろ検討しているところです。で、生きがいに気づくっていうのは結局これ外からの価値観にとらわれていると気づかないんですよね。例えば学生でいうと試験の成績とか偏差値とか、企業でいうとね、売上とか利益とかそういうものにとらわれていると、なかなか自分の生きがいに気づけないんで、本当に自分が大切にしていること、それにどう気づけるかっていうことがやっぱり大事なんで、これ国内外問わず非常に重要な問題になってきていると。あと AI との関連もですね非常に重要なものになってきていて、本当に、AI と人間の関係を考える上で生きがいがもう、非常に重要なテーマになってきてしまってるんですよ。でこれについても僕も責任を持ってちょっとこれから理論的実践的な展開をしていかなくちゃと思ってるところなんですけども、そんな中で例えばねラージラングエッジモデルを使ってチャット GPT なんか使ってね自分の生きがいをどう発見するかみたいなことも非常に面白い問題になってきていて、そのあたりもいろいろね考えてみたいなと思っているところです。あと日本のその国のブランディングとかですね、これからインバウンドの方ますます増えてきますし、先日もですね私のオーストラリア人の友人が生きがいのワークショップを日本でやったんですね。で私もそこにゲストとして行きまして、そしたらいろんな国の方がいらしてて、ウクライナの方もいらっしゃいましたし、サウジアラビアの方もいらしたんですよね。でサウジアラビアの政府関係の方とか話したりして、なんかあるですね海外の評論で、これからの日本の最大の輸出品の一つが生きがいだという評論があったんですけど、それはないわけではないなと。生きがいツアーみたいなものとか、あるいはその海外に対してその生きがいという考え方を輸出するというようなこともこれからないわけでは、私の本そのものがある意味で輸出品なんですけど、もっともっといろんな分野の方がその生きがいということを一つのなんか頼りにしてどんどんぜひ皆さん使っていただけたらなと思うんですよね、生きがいという言葉をね。あとそうですね、生きがいのこれからの展開で考えられるのはいろんなフィクションとか、すでにもう生きがいというタイトルの楽曲は複数のバンドによって発表されているんですね。で、生きがいザムービーとか生きがいザドラマみたいなこともこれから出てくるんだろうなと思って、正直ですね、私は一人なんで生きているのは一人なんで全部面倒見きれなくて、あとそもそも科学者として生きがいについてはちゃんと理論的にどういうことなのかってことをこれからちょっと詰めていかなくちゃいけない。実際にいくつかここではちょっとまだ申し上げられないんですが、理論的なアイデアもありまして、そのあたりをやるのが私の一番のテーマなんで、そのフィクション展開とかについては、これ生きがいって別になんか僕のがトレードマークで専売特許を持ってるわけじゃないんで、ぜひ生きがいというものをテーマに皆さんいろいろ創作などしてくださったら嬉しいなと思っているところです。僕の人生でいうとやっぱりこの生きがいというのは非常に画期的なものだったなと思うんですね。僕なんかずっとね世界の中で
なんか影響のある仕事をしたいなと思ってきたわけです。でもちろん本来は意識の謎を解けばいいんですけど、そしてアインシュタインと並ぶような偉人に私は偉人として爆誕するはずなんですが、今のところですね、意識の問題が解けてないんですよね、残念ながらね。日々努力はしてるんですよ、努力はしてるんですけど、解けてないんで、それはとりあえず継続審議なんですけど、生きがいはもう完全にフランチャイズとして立ち上がってしまったんで、これやっぱり僕もね、やっぱり日本に貢献したいんですよ。僕こう見えても、皆さんどう見えてるか分かりませんけど、僕はね、リリー・フランキーさんに会うたびになんか相変わらずなんか SNS でなんか文句言ってるみたいだなって。いやいやリリーさんそんなことないかな。おいリリー、お前は君はなんか映画とかいい感じで出たからリリー・フランキー盟友だねって言われてるかもしれないけどね、僕は別に SNS で文句言ってるだけじゃないんだよ。ちゃんと生きがいという本を書いて海外で受けてて日本のためのことをしてるわけですから、リリーちゃんそこ頼むよ本当に。だからなんか日本に貢献したいんですよ。僕は僕なりのやり方でやっと貢献できる道筋が見えてきたのかなと思うしね。松本人志さんしばらくお目にかかってませんが、どうされてますか。松本人志さんがね代表されてる日本のお笑いだってね、僕は生きがいという視点から見直すね。吉本の皆さんどうですか。コラボしてみませんか。もしよかったら。僕のこと敵だと思ってるかもしれませんけど、松本人志さんだって生きがいっていうことからテレビ復帰とか言ってますけど、自分の生きがいは何なのかってことをもう一度見直してみたら意外といい展開があるかもしれないですよ。ね、旧ジャニーズのスタート福田敦社長、私ね福田敦社長とは仲いいですけど、どうですか日本のアイドルミーツ生きがい、これやってみたらどうですか。いいと思いますよ。僕だからね、吉本とか旧ジャニーズスタートとは敵対しているように思われてるかもしれませんが、そんなもんじゃないですよ皆さんね。なんかいろいろやったらいいと思いますよ一緒に。僕はやっぱり日本人の良さの象徴が生きがいのような気が僕は最近してるんですよね。やっぱりね我々ね、なんかアメリカとは違うんですよ。ね、アメリカはすぐにこの人総資産いくらとか、すごいよ。アメリカのウィキペディア見るとネットワースってその人の総資産にみんな興味あるわけね。ビリー・アイリッシュ総資産いくらとか、ディカプリオ総資産いくらって、我々そういう風潮も一部あるかもしれないけど違わない。我々はやっぱり生きがいって大事だと思ってませんか日本は。でもそれは世界中の人がなんか今注目してるわけですよ。いやちょっとアメリカみたいにいくらお金儲けたかっていうことばっかり気にしてる国っておかしいんじゃないの。日本ってねそうじゃなくてやっぱりもっと違うものを基準にしている。黄金の国ジパングって昔言ってたわけじゃないですか。今は生きがいの国ジパングなんですよ。日本に行くとなんかどうも生きがいっていう生きる上での黄金のような考え方があるんじゃねえかって多くの人が思い始めてるんで、ぜひ拙者を使っていただいてね、本当にいろいろ今までご迷惑かけてきました日本の方々に。すいません本当に申し訳ございません。 NHK の皆さんね、 NHK の皆さんにもいろいろご迷惑かけてきました。民放の皆さんね、いろいろご迷惑かけてきました。 TBS の皆さんね、私の盟友の竹下隆一郎も今 TBS で国際担当のいろいろお仕事されてるみたいですけど、拙者はね決して皆さんの敵ではないですよ。ね、何を言いたいのか僕分かんなくなってきましたが、僕が言いたいのは要するに生きがいということをうまくみんなで使っていきましょうよ。僕はあくまでも科学者として一番コアの部分ね、論文を書くとか研究をするとかそこのところで貢献していきますから、ぜひ皆さんはそれ以外のところも自由にもう生きがい使ってください。もう参考にしていただいて、ぜひそうやって日本から生きがいを輸出していきましょうよ。日本には黄金ではなくて生きがいが埋まってるんだっていう、そういうコミュニケーションをしていきませんか。ぜひこのイマジン大学もね、解明しました今生きがい大学絶対これ怒られるわ。イマジン大学はそのままにしておきますけども、生きがい大学っていう別名にしてもいいぐらいんじゃないかっていう非常に大きな、テーマではないかと思っております。ここからなんですね。まだこれ本当にできてるわけじゃなくてここからなんでいろんな展開が見られると思うんで、ぜひ皆さん注目していただきたいと思いますし、
私もさらに努力していきたいなと思ってますので、ぜひ皆さん一緒に黄金の国ジパングじゃなくて生きがいの国ジパングを再び日昇る国にしていきましょう。いや本当にそうなんですよね。ただやっぱり脳科学の立場から言うと自己肯定感が低いとか自己評価が低いっていうのはチャレンジする上ではマイナスでしかないんですよね。やっぱり自分のことを受け入れて肯定感が高い人ほどチャレンジできるんで、日本人が今チャレンジできてないっていうのは自分たちを受け入れてそれを安全基地にするってことができてないからだと思うんで、ぜひ皆さん自分のことを好きになりませんか？日本のことね。そんな悪い国じゃないですよ。ビリギャルのね小林さやかさん最近日本に帰国してるみたいで、いや海外の人日本人みんな好きだよって言ってたみたいですよ。なのに日本に帰ってきたらなんかすごくネガティブでドヨンとしててね、お互いになんかちょっとけなし合ったりとか、もったいないよね。もっと自分たちのこと好きになりましょうよ。生きがいの国ですよ。みんな好きなんですよ日本のこと。だからもっと自信を持って安全基地ができると、そこにとどまっているよりはチャレンジしようって思えるようになりますから、ぜひね自分の生きがいを見つけて、チャレンジを始めましょう。それがね日本をまた良くするきっかけになると思います。